ューヨークに来ています。で、友達のりょうさんと原さんがこのコルブっていうセレクトショップでポップアップをやっていて、今遊びに来ています。インディアピタサンドイッチそう、美味しそうなカレーピタサンドを作ってます。でガーリックじゃなくてエブリシングベーグルを焼いて、このさっき作ったラズベリーのジャムとこのクリームチーズを乗せて食べます。なんかめちゃくちゃ久しぶりに動画を撮ってる気がするんですけど、ニューヨークに行って10日間滞在して今パリに帰ってきました。初めてのニューヨークだったんですけど、なんかいろいろ感じたことはあって、なんか東京に近い感じのビッグシティだなっていうのが第一印象で、ただ東京よりももっとこう刺激が多いっていうか、なんかこう、本当に全てのものが大きくて圧倒されるようなイメージで、人はすごくみんななんか真面目に働いてる感じのイメージもあって、普段パリで生活してるとパリはだいぶのんびりしたゆっくりと時間が流れる田舎だなっていうふうに思いました。なので今こっちの生活に慣れてると、ニューヨークはすごく楽しかったけど疲れたなっていう部分もありました。ただニューヨークに住んでる久々の友達にいろいろ会えたりしたので、それはすごく楽しかったし、また機会があったら行きたいなって思います。私海外のスーパー大好きなんですけど、フランスのスーパーももちろん好きなんだけど、アメリカのスーパーもねまた全然パリと違って面白いなと思って、パッケージの感じとかそのデザインとかももちろん違って面白いんだけど、なんかフランスよりもアメリカのスーパーはお客さんのことをいろいろ考えられてるなっていう感じがしました。だし結構綺麗なスーパーも多くて整頓されてて見やすかったし、なんかこう購買意欲が湧くようなスーパーだなと思いました。で向こうの友達に勧められてお土産で買ってきたのが、このトレーダー・ジョーンズっていうスーパーが作ってるオリジナルのベーグルです。このエブリシングベーグルズ、これを買ってきました。あとこの着てる T シャツもニューヨークの友達のブランドのもので、スモールトークっていうブランドの T シャツです。フィリップとニックっていう2人がやっているブランドなんですけど、ハンドペインティングがすごい特徴的で可愛いんですよね。私はそのペイントをタトゥーで入れたいなとか思っているところです。スモールトーク。あと全然関係ないんだけど、なんかまつげ美容液をこの下まつげに塗って寝たらこんなに真っ赤になっちゃったんですけど、これって肌に多分良くないってことですよね。あとなんかニキビとかもこんなところにできちゃったりして、普段あんまりこういうのできないので、なんかアメリカで多分暴飲暴食したからかなと思ってるんですけど、またパリに戻ったので、規則正しい生活に戻さないとなと思ってます。で帰ってきたらね、もうすっかり春になっていて、マルシェにも春野菜だったり春の食材がたくさん並んでたので、私春野菜とか大好きなので、それを使って料理するのが楽しみです。今年の夏はパリはオリンピックがあるので、あるんですよね。で最近友達同士の話題は、オリンピック中パリに残るか海外に出るかっていうのがホットな話題なんですけど、おそらく夏のそのオリンピックの間のパリは結構カオスな感じになるんじゃないかってみんな予想してます。っていうのも、パリって本当に東京とかに比べてだいぶ小さい。でそこに海外からたくさんの人が来て、その普段ですら電車だったり交通機関とかあんまりちゃんと機能していないのに、
そこにたくさんの人が来たらもっと多分機能しなくなったりすることが予想されるので、まず交通機関が通常通り運行しないっていうこととか、あとはそもそも狭いところにたくさんの人が来るから多分街中が混み合ってて大変だと思うし、メトロも結構閉まったり、あとメトロの値段も普段よりも上がったり、いろんな懸念点があるので、今年の夏のパリはどうなるのかっていうのはみんな今ホットな話題です。で旅行で来る人とかも結構宿代とかも本当いつもの5倍とか4倍とか本当に高いので、なかなか気軽に来れないだろうし、どういう風になるのかなって思ってます。日本と違う点としては、フランスはそもそもでバカンスが年に5週間っていうのは決まっていて、で特にパリに住んでる人たちはみんな8月中は海外に出たり地方に出たりするので、8月の間はレストランとかカフェとかお店も本当に閉まってるし、ゴーストタウンみたいな感じになります。私去年8月初めてパリにいたんですけど、結構それに衝撃を受けて、本当にいつもの活気のある街から人がいなくなったシーンとしてお店のシャッターが降りてたりする光景にびっくりしました。なのでこれからパリに旅行に来ようって考えてる人は今年の夏はあんまりおすすめしないかなと思います。6月までの間か7月前半までに来る分には多分問題ないと思うんだけど、結構カオスな状況が予想されているプラス8月はバカンスでお店が閉まったりしてるので、本当はね夏のヨーロッパ最高なんですけど、多分来るんだったら6月までかまたは9月以降とかの方が今年はパリは楽しめるんじゃないかなと個人的に思ってます。あと髪の毛を今伸ばそうかなと思って頑張って切らないようにしてるんですけど、なんか中途半端な長さでどうしていこうかなっていうのも迷ってます。とはいえどうしようもないし、ちょっと久々に伸ばしてみようかなって思ってます。そして夏に向けて、体を絞りたいと思っているので、運動をしてヨガをして夏に向けて準備していきたいと思います。早速春野菜を使って料理をしていきたいと思います。今日は、緑の野菜と鶏肉をすでにマリネしてあるやつを買ってきたので、それを使って炒め物をしていきます。こんな感じで下味がついた鶏肉、これだとソースがいらないのですごく便利なものを買ってきたのと、あとこれが季節のアスパラガス、すごい立派なものが売っていたのでこれと、あとそら豆私大好きなんだよね。このそら豆と、あとはブロッコリーとパクチーを使ってスパイスで炒めてご飯と一緒に食べようと思います。まず使う野菜を切っていくんですけど、アスパラはこの下の部分をこうやって折って使います。で太くて結構丈夫なアスパラガスのこのなんていうのかな、この部分は取り除いた方がいいので、ナイフでこんな感じで取っていきます。であとはそら豆を剥いて、で取れたらこれを斜めにスライスしていきます。こんな感じで野菜を刻んで炒めていきます。オリーブオイルを熱して野菜を順番に炒めていきます。で野菜に焦げ目がつくまで焼いていきます。そして焦げ目がついたらスパイスで味付けをしていきます。今日は家にあったもので味付けするんですけど、まずクミンとチリペッパー、チリパウダーかと少しカレー粉も入れます。で火が通ったら今度は鶏肉を炒めていきます。ちなみに一旦、野菜を他の器に移して鶏肉を炒めていきます。
鶏肉に火が通るまで炒めていきます。で鶏肉に火が通ったらさっき炒めておいた野菜を混ぜます。最後に刻んでおいたパクチーを入れて完成です。できました。いただきます。完成しました。いただきます。緑の野菜とスパイスの匂いがめっちゃいい匂い。いただきます。美味しい。日本でもこういう味付いてる鶏肉とか売ってると思うので、それを使ったら楽で便利だと思います。でもそら豆とかはもしかしたら最初に茹でた方が剥きやすいし食べやすいかもしれないです。でも全然生のまま炒めても美味しい。ブロッコリーやアスパラはそのまま炒めて問題ないと思います。ぜひ作ってみてください。